良い闇夜だこと。けれどまだ明るい。ああああああ満たしたいの。もっとそうね。月まで食らってしまいましょう。見つけた。あなたのすべてをちょうだい。あなたのすべてをちょうだい。申し訳ございません。驚かせる気は。ただ申し訳なくて。大丈夫でしたか、昨日は。スティルです。スティルインラブ。はい。ここです。ここ。申し訳ございません。私、影が薄いようでして。
心配になってしまって、昨日はあなたを抱えてお部屋の前に、その後混乱してしまって、私それはあの子が。いえ、それで寮に戻ってからもどうされたのか、お体は大丈夫なのか不安で心配で申し訳なく、朝一番にお伺いを、ご迷惑をおかけしまして本当に申し訳ございません。すみません、失礼いたします。首の跡ですか？うん、単なる虫刺されでしょう。この時期ですから気をつけてくださいね。はい、かゆみ止め。いけないわ。どの方もなんてお強そうな。確か出走者は17人だったはずだが、1人足りないな。いないのは5番か？でもいそう。ああ、気づかず申し訳ない。みんな揃っていたな。では枠入りしてくれ。始まってしまう。始めていいのね。ダメよ、いや、出てこないで。違うの、ダメ、邪魔しないで。だってどなたも強くて本気で走っていて、美味しそう。ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。あなたの力、すすらせて、血の枯れ果てるまで。やば、何あの子、怖すぎる。大丈夫なの？今の見たか？ダメだ、どうしても鳥肌が。違うの。私はごめんなさい、ごめんなさい。スティルインラブ？いや、見てないな。こっちには来てないですね。そういえばいつもどこにいるんだろう。
そんな子は見てないね。トレーナーさん、汗だくだけど大丈夫かい？ネオユニバースはクルーメイトなんだ。だからわかるよ。伝えるをする。フルー、集中して救って、あの子の声を。目を閉じて耳を澄まして思って、スティルインラブを。ここ来て。ここまで来て、あのまま食らってしまえばよかったのに。滴るものまですすって、したない、いけないわ、やめて。どうしてあなたは、どうして。あなたも本当は好きなくせに。亭主くぶっても無駄。私はあなたなのよ。違う、私はあなたじゃ。あなたで私、違う。どうしてあなたが。探して見つけてくれたんですか、私を。申し訳ありません。私、とんでもない姿を。本当にお恥ずかしい。私の中にあるのです。良識に背けとささやく狂気の血が。それが芽生えたのは、いえ、目覚めたと言うべきでしょうか。初めて足を運んだトゥインクルシリーズ、本気のレース。美しくも激しい競り合いに心を奪われました。私もあそこへ飛び込んでみたい。そこまでは普通だったのに。最終直線、本能と本能がぶつかり合うのを肌で感じました。その瞬間、背筋が泡立ち、何かがささやいたのです。地と月と背徳、それが祝宴の在価だと。私に残ったのは、自他が曖昧になるほどの興奮、そして衝動、すべてを食らいたいという強烈な喉の渇き。それからです。何もかもが狂い出したのは、レースになるとあの子が現れるようになったのです。特に強いお方と競っている時に、あの子は暴れ出す。興奮して正気を失い、意識が戻った時には、私は一人。それでも私自身もすでにレースに魅了されてしまっていた。離れる代わりに狂気を抑える道を選んだ結果、別れたのです。理性的であろうとする私と、あるがままに走り、全てを食らい尽くしたいと叫ぶ私。
ですよね。普通じゃない。どうかしているのです、私。特別。私が。あの子を武器に。いえ、ダメです。いけないわ。あんな姿をこれ以上見せるなんて。だってあの子の走りは醜い。不死だらではしたない怪物そのもの。あなたも恐ろしかったでしょう。気持ち悪かったでしょう。よろしいのですか？あの子は制御不能です。あなたをどうにかしてしまうかも。はい。であればお願いいたします。私から一つご提案が。今宵は満月。私の中にある原初の血は眠りを知らなかった。月明かりはその血を暴く。だからでしょうか、心がうずいてたまらなくなる。はい、お願いがございます。あの子が出てきたら、あなたの声をお聞かせいただけませんか？理由は尋ねないでください。今はお願いできるでしょうか？ありがとうございます。心がざわめく。目覚めてしまう。あの方が見ているのに。でも時間よ。これでいい。月よ、もっと注いで私を暴いて。聞こえる。行かなくちゃ。戻らなくちゃ。
もどこへ。やだ、スティルちゃんと走りたくない。だって変なんだもん。あの子まるで別人じゃないか。不気味だ。違うの、私じゃないの。恐ろしい。怖い。どうかしてる。不気味、異常だ。化け物。どこにもない。私の居場所は、私たちはおかしいから。恐ろしい私を愛してくれる方なんてどこにも。あの方だけ、あの方だけが認めてくれた。私を受け入れてくれた。私でも愛してもらえるの。愛していいの。信じていいの。行かなくちゃ、あの方のところへ。だってあなたは私のトレーナーさん。はい、スティルはここにおります。愛してる、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 愛してる。だってあなたは私の運命の人。あれ、申し訳ございません。私ったらトレーナーさんのお膝で。はい、私一度目覚めたあの子から完全に戻ることができたのですね。でも力ずくだったからでしょうか、疲労がひどく、途中で意識を失ってしまって、あの子が再び前に。はい、初めてです。こんなことになってしまった後ですが、もしトレーナーさんのご迷惑でなければ、この先も一緒に歩んでくださらないでしょうか。はい、私と担当契約を結んでくださいませ。あなたとなら私大丈夫になれる気がするのです。ご迷惑をおかけしないよう努力しますので。あなたじゃなきゃお願いします。どうかおそばにいさせて。ありがとうございます。
ふつつか者ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ねえねえ。今でも愛してる。トレーナーさん、本日もありがとうございます。とても、ええ、とても素晴らしい時間を過ごせました。このままもっと、ああ、もっともっと、いえいえ、大丈夫です。あなたの声が、姿がいつだって私を。トレーナーさんからお出かけのお誘いをいただけるなんて思ってもいなかったので、光栄です。ごめんなさい。こういうことに慣れていなくて、少しだけ緊張しているみたいです。どうかお気になさらないで。いえ、迷惑だなんてありえません。だって私はこうしているだけでも幸せなの。気持ちのいい風、羽音も心地がいいですね。トレーナーさん、お召し上がりになりますか？私、買いに行ってきますので、席の確保をお願いします。すみません、注文を。いらっしゃいませ。セットメニューがお得ですよ。いらっしゃいませ。もし。ポテトもう上がります。あ、お持ち帰りのお客様はこちらで。あ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ごめんなさい。お待たせしてしまってごめんなさい。それに食べる速さ、私に合わせてくださって冷めてしまいましたよね。私、食べるのが遅くて。優しい方、いつも寄り添ってくださって、どんな私も受け入れてくれる。こんなに幸せをいただいていいの？無理をさせてしまっているのではないかしら。せめてあなたの負担にはなりたくない。これからもずっとそばにいられるように。この前は
せっかくトレーナーさんがお出かけに誘ってくださったのに迷惑をかけてしまったわ。影の薄さも食事も気にはしていたけれど直そうとしたことはなかった。またあのようなことがあってはいけない。なんとかしなくては。トレーナーさん、お恥ずかしいところを。もう大丈夫です。驚かせてしまってごめんなさい。その深い意味はないのです。ちょっとした意識改革と申しますか。ただ少し自分を変えてみようかと思いまして、これはその一環のようなもので。ありがとうございます。でももう少し挑戦してみようかと。喉に詰まらせるかと思いました。心配をかけてしまってごめんなさい。トレーナーさんがいてくれて助かりました。小栗さんの真似をしてみたのですがうまくいかないものですね。トレーナーさん、食事のスピードを変えるのは難しかったので、次は影の薄さ改善を。人に気づいてもらえるようになりたく、とにかく話しかけてみようと思います。後ろからではなくできるだけ前の方から元気よく。すみません、少しだけお話を。今日も朝から走りまくったな。と言っても今からまた走るんだけど、よし行くぞ。もし少しよろしいでしょうか。今誰かに呼ばれた？周りには誰もいないし、気のせいかな。気のせいだわ。目の前に現れて道を塞いでやっとだなんて。あの子ならば別の結果に。けれどそれでは意味が。慰めてくださるのですね。あなたは本当にどこまで優しくあれるのでしょう。でも私はその優しさに甘えてはいけないのに。トレーナーさん、トレーナーさん。私のトレーナーさん。ごめんなさい。できる限り前に出て
視界に入ろうとしたのですが、思いのほか近くに立ってしまって驚きましたよね。どうか謝らないで。いけないのは私なのですから。嫌になりませんか？私といることで疲れたりなど。ですが、いつもこうではトレーナーさんの心の負担にもなるのではないかと。はい。トレーナーさん、そのように受け止めてくださるなんて。私も温かな水の中にいるような心地よさ。あなたとならばどこにいても大丈夫、そう思える絶対的な信頼。けれど与えられているだけではいけない。このままの私でいいとあなたが受け入れてくれるのなら、私もあなたを受け入れたい。そのすべてをありのまま、たとえそれがどんな姿であったとしても。トレーナーさんを見ています。暑いのは苦手なのかしら。あんなにも汗をかいて体力だって奪われているでしょうに、顔色も変えず笑ってトレーニングを見てくださる。泳ぐのは得意、苦手、どちらでもいい。隣にいられるのなら砂浜だって。波が飛び跳ねてしまわれて、砂になでられてくすぐったかったのかしら。落ちていた貝殻を見つめてる。好き？それとも踏んで怪我をしたらと心配してる？私が進む場所をあなたが先に歩いてる。足元を確かめながらゆっくりと。よく空を見上げてる。朝も夕方も夜もあなたの一番好きな空は何色なのでしょう。知りたい。すごく知りたいの。どんなあなたも受け入れたいと思って、あなたが隠したいようなそんな部分を探していたのに、見つかるのは尊く愛らしい姿ばかり。トレーナーさん、あなたを知れて嬉しい。とても嬉しいのです。でももっともっと。ごめんなさい。私ったらいくらなんでも見すぎて
気になりましたよね。私、前に自分を変えたいと言いましたよね。私の行動やあり方がトレーナーさんの負担になるのではないかと思って。けれどそのままの私でいいとあなたは思わせてくれた。ですからせめてここは綺麗。思わず見とれてしまいましたが、この星空がトレーナーさんのあなたはそんなことを。構いません。あなたに呼ばれるのならそれはきっと私にとっても必要な時間だから呼んでください。いつでもどこでもどんな時でも私の名を。ですがこのようなこと負担ではありません。そうですか。それでは仕方ありませんね。本当に綺麗な星。優しい人、どうか隠さないで。もっと知りたいのです。どんなあなたも奥底まではしたないと罵られようとも。トレーナーさん、そろそろ帰りましょうか。ええ、ですが怖くはありません。あなたと一緒ならどんな道であっても。だからあなたも恐れずに。いつかはもっとさらけ出して